って手出しできないし、友達に相談してみたところで友達だって何ともしようがないわけです。ですから母として当然食べ物もそうだし環境もそうだし、いろいろと充実させていかなきゃいけないけど、とにかく一番充実させなければいけないのはお母さんの心の中なんです。だから私の子なんだから、私がちゃんとね生まれてくるまでは抱き取ってあげるから安心して生まれておいでっていうメッセージを発してあげてほしいんです。もうだって、5ヶ月6ヶ月近くなるのかな、半年過ぎてらっしゃると思うので、もう半分来てるわけですから、ここまで来ててね、もう出る準備しようとしてる子にね、なんか心配だ心配だ、出てきたらどうしようって、私は病気であなたも無事生まれてくるかどうか分かりません、もう子宮の入り口まで来てまた引っ込みますよ。それはやっぱりね、今本当にどうしていいか分からないっていう不安を子供にやっぱ与えることが最大のリスクになるし、お母さんが不安に思えば思うほど悪性しようっていうのは不安がエネルギーになってどんどん悪いものは、がんにしても何でもそうです。病気っていうのはストレスが食べ物なんですから、糧なので、ストレスを病気に与えれば与えるほど病気は大きくなっていきます。ですからその病気に対してのエネルギー源をストップしなきゃいけないんです。とにかく今もうね、そういう状況に来たら最終的な医学的な判断はお医者さんにもお任せすればいいんですけれども、自分ができる最大の努力っていうのはこの子を産んでみせるぞっていうことですよね。で最終的にどうなるかは分かりません。なのでとにかく命というのは大前提として生きるか死ぬかハーフハーフです。 50% の確率でどんな赤ちゃんも生まれてくるということです。でこれを人間都合でほぼ9割大丈夫だよねってお医者さんが言ってたって死産になることはあるわけだから、ね、だけどそれをやっぱりね、その生き物の道理、この世の道理っていうものをわきまえてほしいんです。ハーフハーフです、ね、その不安っていうものを背負って、その苦しみっていうものの中をもがいて赤ちゃんを産むから母になれるわけね。だから本当にその安全に生まれてくるっていう保証はどこにもないっていう中で命を生み出すっていうのが母の役割、お母さんの役割なんです。それをまず成し遂げるっていうのがお母さんの第一関門だから、ここは本当にこう踏ん張ってほしいと思います。でその上で、次の話ねは2人目のことを今心配してらっしゃる。子供が生まれてきてその兄弟をどうするかっていうことを考えてる。1人目のことを集中しなさいっていう話ですね。それはなんか洋服を買う前に2着目の洋服を考えて洋服を選んでるってことでしょ。だからね、情報が多すぎるんです。兄弟がとか、だって1人生まれてくるのも奇跡なのよねって本当に思ってますか。質問の中に赤ちゃんが生まれてくるのは奇跡なのねって、奇跡っていう言葉を安易に考えすぎてるかなって。それが奇跡だと思ったら2人目の話なんか出てこないでしょ、ね、今からもう2人子供2人3人、確かに想像で子供3人欲しいなって思うんだけど、ものすごいそこはもう欲です。自分の欲です。なんかなんでしょうね、リカちゃん人形を揃えるようなつもりでいたらダメですよね。なんかペットの人形を買ってくるようなつもりでいたらダメです。自分が命を生み出していくんだから、一人かもしれない、一人も生まれないかもしれない、さっきの話にかぶりますけど、そういう中で一人目を産む、それをまず集中して考えてほしいんです。でこの子に兄弟がいるとかいないとか、なんかねじゃないとかわいそうかなとか、そんなの親の勝手都合なので、子供は一人っ子の子だっていっぱいいますし、中国行ったら一人っ子政策ですから、ね、でもその一人またご縁があったら2人目が生まれるかもしれない、ご縁があったら3人目が生まれるかもしれない。でもボコボコ子供が思ったように生まれて、そして、なんか理想のファミリーっていうものができるかなって、それは妄想の世界でしかないので、今病気でしかも1人無事生まれてくるかどうかわからないという状態で2人目3人目なんていうことは考えなくていいです、ね、むしろ考えてはいけないし、思ってもいいけど、そのことによってさらに2人目3人目を考えることによって幸せになれるんだったらいいですよ。でも明らかに2人目が1人目は何とか生まれても2人目ができなかったら兄弟がいないからかわいそうだなっていう不安があるっていうのは、さらに自分で不安を作り出しているので、もう
今の子に対してものすごいストレスですよね。友達いっぱい作ればいいだけの話だし、だから本当に一人っ子はかわいそうなんじゃないかっていう勝手な思い込みはやめた方がいいです、ね、一人っ子かもしれない、二人かもしれない、三人かもしれない、それはもうわからない。だけど今は目の前に出てきそうな一人がいるので、この一人っていうものに対して自分が何ができるかな、母としての意識の準備、母としての体のメンテナンス、母としての精神の安定、ね、母としての覚悟、それが多分今この方がやらなければいけないことなんじゃないかなというふうにして思うんですけど、とにかくいろんなことを、いろんなものを見て、いろんな人の話を聞いて、それが不安になるんだったら全部無視した方がいい。無視しなさい。そんな必要ないから。で今この赤ちゃんとのこと、それからこの子がもし生まれなかったらとか、いろんなことは当然考えるでしょうから、それはご主人といっぱいいろんな話をすればいい。もしこの子がねどうなったら2人目生まれなかったら、そこをご主人といっぱい話して、親としてのね、生まれてくる子供を迎え入れる親としてのそういう覚悟であったり、これからのその考え方になる基準っていうのをお父さんと一緒になってしっかりと話し合って、今ねコミュニケーション取って、夫婦の在り方、子供に対しての考え方っていうのを練る時期なんです。ですからそこにね集中してもらって、2人目のことはもう考えない。無事生まれて次ね考えられる時になったら考えたらいいので、とにかくいろんなことを同時にやろうとしないってことです、ね、いろんなものを同時にこれも欲しいあれも欲しいってつまみ食いしないってことです。一個しっかりと全力で味わっていただく。その次に何かまたねいただいたら、それも全力で味わっていただくっていう、でそういう感覚で、今の赤ちゃんに対してきちんとフォーカスして、余計な情報は入れないってことです。とにかく、自分をワクワクさせてくれるとか、自分に安心感を与えてくれるとか、そういった話はいっぱい聞いた方がいいと思う。だけど自分を不安にさせるっていうことで自分がストレスになるんだったら、それは、そんな話は聞かなくてもいいってこと。2人目3人目なんてそんな余計な情報はいりませんってことです。ただし命は必ず 100% 安全に生まれてくるとは限らないっていう、その命の摂理の厳しさっていうものは見据えた上で、しっかりとね自分の心に根を張って、堂々と母として覚悟を持って受け止められるっていう、そういう自分に残りの生まれてくるまでのね間、なっていただきたいと思います。それがおそらくお母さんとしての、この方に課せられた役割だし、お母さんとしての一番の準備なんですね。ベビー用品を買いに走るよりも大事かもしれない、そっちの方が。可愛いベビー用品とか通販とかで探してるんだったら、そっちの方をしっかり練った方がいいと思います。でもとにかくそういった力強い母であるっていう母に支えられて、赤ちゃんっていうのはこの世の第一歩っていうのを踏み出すので、それをねベースとしてきちんと持ってほしいなと思います。以上です。